こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には日本語の字幕をつけていません。もし字幕をつけたい場合は YouTube の字幕ボタンを押してください。皆さんは漢字の勉強はしていますか？漢字を覚えることは好きですか？今回の話題は漢字を覚えることです。漢字を覚えることはとても大変ですよね。まず、ひらがなを覚えます。そして、カタカナを覚えます。これだけでも大変です。でも、日本語は漢字もあります。漢字も覚えた方がいいです。だから、日本語の勉強ってすごく大変ですよね。皆さんいつも勉強を頑張っていると思います。とても素晴らしいことだと思います。皆さん漢字を覚えることが大変だと思います。でも日本人も漢字を覚えるのは大変です。日本人も漢字を頑張って覚えています。日本人は小学生になったら漢字を勉強します。日本人は小学生になったら漢字の勉強を始めます。日本の学校では漢字の宿題が出ますし、漢字のテストもあります。漢字の宿題では漢字を何回も書きます。私は漢字のテストのために漢字を何回も書いて覚えました。でも私はそれがつまらないと思っていました。ずっと同じ漢字を何度も書くのはつまらなかったです。つまらない。つまらないは面白くない、楽しくないという意味です。でも結局それが一番いい方法だと思います。結局漢字は書いて覚えるのが一番いい方法だと思います。漢字は読んで覚えてもいいと思います。でも漢字を書いた方が忘れません。科学的にも言葉は手で書いた方が覚えやすいそうです。手で書く。手で書くは指で文字を書くことではありません。手で書くはペンや鉛筆を持ちます。そしてペンや鉛筆を使って手を動かして字を書くという意味です。私は学生の時に漢字を何度も書いて覚えました。でも大人になると忘れてしまう漢字がありました。覚えた漢字が全く読めないということではありません。読み方はわかるけど、書き方を忘れた漢字があります。読み方はわかるけど、あれ？これどうやって書くんだっけ？と忘れちゃった漢字があります。でも反対のことはありません。書けるけど読めないという漢字はありません。そういう意味でも漢字は書いて覚えた方が忘れにくいです。漢字はものすごくたくさんあります。
でも全部覚える必要はありません。日本人も知らない漢字がたくさんあります。日本人も読めないし書けない漢字がたくさんあります。日本人も読むことができないし書くことができない漢字がたくさんあります。でも日本人の中には漢字を覚えることが大好きな人がいます。そういう人はものすごく難しい漢字をたくさん知っています。そういう人は生活では絶対に使わない漢字も知っています。日本人の中にはそういう人もいますが、でも基本的には自分に必要な漢字を覚えればいいと思います。じゃあ、どの漢字を覚えたらいいでしょうか？それは人によって違いますね。例えば、私は日本で生活したい。だから日本語の勉強をしているという人がいます。そういう人は日本語の教科書に書いてある漢字を覚えるといいです。または生活基本漢字というものがあります。生活基本漢字。それを覚えるのもいいですね。生活基本漢字は全部で381字あります。生活基本漢字は日本で生活するなら絶対に覚えた方がいい漢字です。381字、381個覚えないといけません。でも絶対に役に立ちます。気になる方はネットで生活基本漢字と調べてみてください。もし生活基本漢字ってどんなだろうと思ったらネットで調べてみてください。その時必ず生活基本漢字という漢字で検索してください。検索する。検索するはいろんな情報の中から探すという意味です。検索するはいろいろな情報の中から調べるという意味です。情報はデータのことです。私は生活基本漢字という言葉をひらがなやローマ字で検索してみました。でもサイトが出てきませんでした。なのでちょっと注意してください。でも皆さんの中には日本で生活したいなぁと思ってない人もいますね。例えば日本のアニメやドラマを見るのが好き。だから日本語を勉強しているという人がいます。そういう人はアニメやドラマで出てくる漢字を覚えたらいいと思います。または日本の食べ物が好きという人がいます。そういう人は食べ物の漢字を覚えるといいと思います。自分が好きなものに関係する漢字を覚えるといいと思います。漢字を勉強するとき、楽しいと思うことが大切だからです。そして漢字を覚えるときに大切なことがあります。漢字の書き順の通りに書くことが大切です。書き順は漢字を書くときの
順番です。漢字にはそれぞれ決まった書き方があります。例えば、数字の2を漢字で書きます。漢字の2を書くとき、皆さんはどう書きますか？漢字の2を書くときは、必ず上の線を書いてから下の線を書きます。漢字の2を書くとき、この順番で書きます。これが書き順です。これが漢字を書くときの順番です。ルールです。書き順を守ると漢字を正しく書けます。書き方の順番を守った方が正しくきれいな形の漢字が書けます。ちなみに漢字にはそれぞれ意味があります。もし初めて見る言葉でも知っている漢字が書いてあれば、こんな意味かなとイメージすることができます。あとは同じような形の漢字なら読み方もだいたい同じです。例えば、剣という漢字があります。このような形の漢字があります。では、この漢字は何て読むと思いますか？この漢字も剣と読みます。ここが同じ形ですね。この2つの漢字は意味は違います。でも形は似ています。ですから、こっちの剣という漢字を知らなかったとしても、こっちの剣という漢字を知っていれば、読み方をイメージすることができます。何が言いたいかというと、一つの漢字を覚えると、他の言葉も覚えやすくなります。一つの漢字を覚えると、他の漢字も覚えやすくなります。皆さんはいつもどうやって漢字を覚えていますか？好きな漢字はありますか？日本語で考えてみてください。ということで今日はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。私は今年も皆さんの日本語の勉強のサポートを頑張りたいと思います。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。